モデロチャンネルにようこそ。私モデロと申します。よろしくお願いします。今回はこちらのリアルグレードシャア専用ズゴックを制作してみました。リアルグレードではかなり異質の存在ですね。モデルはもちろん大好きです。何気にシャア専用機を作るのは本当に久しぶりで、多分19年以上ぶりなんですよね。今回の制作では主に水星ホビーカラーで塗装しましたが、失敗談といろいろ知見を得られましたので、最後まで見ていただければ幸いです。それでは箱を開けていきます。パーツ数はリアルグレードですが若干少なめですね。首の部分や手持ちの武器がないためだと思います。アドバンスト MS ジョイントが手足と腰の一部にありますが、構造がかなり特殊ですね。まずはいつものニッパーでゲートを少し残しながらパーツを切り取ります。続いてアルティメットニッパー 5.0 で2度切りしていきます。ゆっくり丁寧に切っていきます。アンダーゲートは2回に分けて切ります。アンダーゲートは側面を丁寧に切ることが重要に感じました。合わせ面も丁寧に切ります。パーツを切り終えました。切ったパーツは100円ショップで200円で買ったこの小分けできる入れ物に保管します。カットしたゲートは掃除しておきます。次に仮組みです。仮組みは割愛しますが、組むとこんな感じになりました。形状はシンプルですが、パーツ構成はかなり緻密ですね。愛嬌もあって素晴らしいバランスだと思います。構造を簡単に確認します。全体的に細かく色分けされたパーツで構成されていますね。合わせ目もほぼダウン落ちモールド化されています。バックパックと足裏のスクリューが別パーツになっていますが、水中モビルスーツとしてのこだわりを感じます。アイアンネイルは3本と4本が選べますが、3本のバージョンで制作してみます。パーツの接続についてですが、つま先のパーツが全然はまらないのですよね。不安でしたが、塗装後にはしっかりはまりました。この部分のパーツは取り外しが難しそうでしたので、仮組みは避けました。合わせ目が足組みでできるのですが、ほとんど目立たないので、このままにしようと思います。続いて可動範囲を確認してみます。頭の物合いは上面パーツを取り外すことで左右に回すことが可能です。胴は360度回ります。肩は90度近く曲がります。腕が3節の多関節になっています。肘の部分は90度前後曲がります。また開きは約90度曲がります。足も3節の多関節になっています。膝の部分は90度前後曲がります。足首は柔軟に動かせます。あと撮影し忘れましたが、つま先も少し動かせます。次に加工処理です。ヤスリ掛けと筋彫りを行います。ほとんどの合わせ目がダウン落ちモードになっているので、パーツをはめたままヤスリ掛けします。まずは600番のスポンジヤスリで削ります。次に800番のスポンジヤスリで整えます。その後、筋彫りカーバイト 0.25 でモールドを整えます。組み立てたままのヤスリ掛けと筋彫りは楽でいいですね。腕や足の蛇腹パーツは三角棒ヤスリを使ってエッジをキープしつつ削ります。すべてのパーツの加工処理が終了しました。一度パーツを分解します。先ほどはランナーごとに分けましたが、今度は色ごとに分けて洗浄します。次に塗装です。今回も充電式エアブラシを使用して、こちらの水星ホビーカラーエイクイアスで塗装します。水星ホビーカラーにはシャア専用のカラーや花の名前を模したペールカラーもありましたので、こちらも使用してみたいと思います。まずは下地用に水星サーフェイサーグレーを吹きます。こちらは1000番のサーフェイサーになります。水星サーフェイサーは初めてですが、塗料と薄め液の希釈率は1対2とネットで見たので、こちらで試してみます。試し吹きしましたが、いきなり塗料が塊で出てきましたね。心配です。では吹いてみます。色は一応つきますが、薄く水っぽくてプラスチックに弾かれている印象です。この希釈率は難易度が高そうなので、比率を調整してみます。希釈率を1対1にして再び吹いてみます。今度はいい感じに塗装できていますね。水星サーフェイサーの使用感ですが、今まで使っていたタミヤやクロエスの缶スプレータイプのサーフェイサーと似ていますね。匂いはかなり少ないです。缶タイプの水星サーフェイサーも出ているようですね。色もグレーの他に白や黒が出ているみたいなので、次回はこちらも使用してみます。次にカラーを吹きますが、当日は雨が降っていたので、室内塗装をしてみます。以前アクリション塗装のために制作した塗装ブーツを使用しますが、簡単に説明しておきます。ベースは段ボールです。USB ハンが上面にできついていますが、
吸引力は問題ないと思います。排気ダクトもついています。まずはシャア専用レッドを吹いてみます。試し吹きで一瞬違和感を感じましたが、そのまま吹いてしまいました。プラスチックに弾かれました。これは希釈の問題ではなくて、洗浄した水がまだブラシ内に残っていたからです。エアブラシ洗浄後の塗装はしっかり試し拭きでチェックしないといけませんね。水をしっかり吐き出した後はきれいに拭けました。室内塗装の匂いですが、水性塗料のアクリジョンよりは少し強いですね。ただ、しっかり換気と排気をすれば、モデルの環境ではギリギリ OK なレベルでした。続いてシャア専用ピンクを拭きます。ピンク系は初めて塗装しましたが、綺麗ですね。ガンプラでピンクを塗ることは意図的に塗らないとシャア専用以外ではあまりなさそうですよね。続いてチューリップという名のペールピンクを吹いてみます。白いですね。サーフェイサーグレーと色の違いがよくわからないですね。このままだと白くなるので調色してみたいと思います。何気に調色は初めてなんですよね。調色用の瓶を用意しました。チューリップとサーモンピンクを混ぜてみます。少し濃いめのペールピンクができました。調色した塗料で再び吹いてみると、今度はしっかりピンクを認識できました。カラーチャートよりも明るめですが、いい感じのピンクだと思います。続いて暗めのピンクを調色します。先ほど調色したペールピンクにさらにシャア専用レッドとブラウンを混ぜてみます。ファースト色を比べてみます。結構近い色になったと思います。こちらも吹いてみましたが、かなりカラーチャートに近かったので良かったです。この色は二度と調色できないと思ったので多めに作りました。続いてジャーマングレーグラウを吹きます。こちらは手足の蛇腹部分に使用します。カラーチャートよりもグレー調にしました。続いて黒鉄色を吹きます。主に内部フレームに使用しましたが、アドバンスト MS ジョイントにも吹きました。シルバーも吹きます。アイアンネイルの下地には黒鉄色を吹いたので、シルバーが黒光りしているようになりました。いい感じだと思います。エアブラシ塗装が完了しました。次に筆塗りです。こちらもエクイエスで塗っていきます。薄め液で少し希釈して塗ります。同じ塗料なのではみ出しが怖いですね。次に墨入れです。エナメル塗料を使用します。濃い色のパーツには墨入れブラックで塗ります。光沢のパーツはエナメル塗料が一気に流れるので楽ですね。シルバーの部分にも塗っていきます。このエナメル塗料は匂うので、室内の場合は換気が必須になります。薄い色のパーツには墨入れダークグレーを使用しました。一部 0.3mm の HB シャーペンも使用しました。シャーペンは溝がない部分には効果的だと思います。光に反射していますが、艶消しクリアを吹けば落ち着きます。他にもアーセミのダウン落ちモールドは塗料だと隙間に流れるので、シャーペンは使い勝手がいいと思います。次にデカール貼りです。いろいろな水転写デカールを貼っていきます。マークセッターをパーツに塗って水転写デカールを貼ったのですが、これがかなり誤算でした。理由はマークセッターが水性塗料を溶かすのですよね。マークセッターに含まれる軟化剤が影響しているらしいのですが、ラッカー系と同じ感覚で使ってしまって痛い目を見ました。さらに今回は表面を剥がせるデカールをメインで使用したので、デカールの端が塗料と混ざったのか、ものすごく剥がしにくかったです。一部塗料が剥がれてリカバーが大変でした。シャアのパーソナルマークも貼ります。キット付属のリアリスティックデカールも使用します。モノアイのシールを貼ります。モノアイはクリアパーツなので楽ですね。ただモノアイはちょっと見えづらいですね。最後に艶消しクリアを吹きます。今回初めてエアブラシで吹きました。こちらも希釈率はクリアと薄め液で1対1です。エアブラシだと丁寧に吹けますね。缶スプレーは吹いている最中泡が出ることが多いのですが、この泡が水性塗料だと乾燥後でも後になることがあったので、エアブラシはかなり安心感があると思いました。それではこちらが完成したリアルグレード、シャア専用ズコックになります。では簡単な完成レビューを行います。まずはカラーリングです。特徴的な赤とピンクはカラーチャートをかなり忠実に再現しました。ですので、一目でシャア専用とわかると思います。ピンクの色を少し明るめにしたのですが、パーツの色分けがしっかり確認できると思います。
手足の蛇腹パーツはジャーマングレーグラウンにしたので柔らかい印象になりました。アイアンネイルはシルバーに変更しましたが、白よりも強そうなイメージになったと思います。他の色々なパーツもシルバーに変更しました。モデルは個人的にシルバーをフレーム等に使う傾向にあります。今回のカラーリングは全体的に柔らかい印象なので、シャープなシルバーが混ざることで色合いにメリハリをつけることができました。こちらが今回使用した塗料になります。詳細は動画説明欄をご覧ください。次に武器の確認です。こちらはアイアンネイル。3本のバージョンです。この爪でジムを貫くシーンは有名ですね。ホパークラフトに叩きつけたりもしていました。こちらはメガ粒子砲。左右の腕に装備されています。そして 240mm ミサイルが頭部に6基搭載されています。仮組と完成を比較するとこんな感じです。もともと完成度が高いですが、さらに情報量が増したと思います。では最後にポーズを取らせてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。今回はリアルグレードシャア専用トゴックを制作したのですが、シャア専用を制作したのは本当に久しぶりでしたので、かなり楽しめました。制作途中はすごいピンク色だなと思いましたが、完成するとやはりしっくりくるので、不思議な魅力のモビルスーツだと思います。塗料も完全に水性ホビーカラーエイクイアスにしましたが、塗料の調色や新色とかなり特徴をつかめたと思います。今後は基本は水性ホビーカラーエイクイアス塗装になると思いますが、またいろいろな塗り方を試せたらいいなと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。今回は息子と娘に感想を聞いてみましたが、息子は赤くて丸くて可愛い印象だね。娘は爪がキラキラして綺麗でした。それではまた。